それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋、この後どうなっていくというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では今回はルノルマンカードとタロットカードを使って見ていきます。それでは今回はこちらのカードを使って見ていきます。今回はお相手のお気持ちの方を深掘りして見ていきます。で、上の方が、こちらが、潜在意識です。はい。そしてこちらが状況、この下がその時のお相手の深層心理っていうところで見ています。で、この流れでまず見ていきましょう。過去のお相手どうだったかなっていうふうに見ていきます。あなたへのお気持ちなんですが、まず過去とても良いものだったんじゃないかなっていうのが出てきているんですよね。ルノルマンカードはとても素晴らしくって、あなたのことをずっと思っていましたとか、コミュニケーション会話したりやり取りしているのがすごく楽しかったですとか、お相手の状態としてもとてもロマンチックな雰囲気っていうのが出ていたので、とってもお相手が優しかったとか、ちょっと前お相手といいことあったよとか、デートできた、仲良くでやってたんだよねとかね、楽しく会話できていたんですとか、そんな関係性だったのかなっていうのは伺えます。で、お相手の方もあなたのことをよくよく考えていましたっていう、この29番、このルノルマンカードは紳士淑女のカードが2枚ずつあるんですが、29番はあなたのことで見ていきますので、お相手の心の中っていうのはあなたの存在っていうのがあったと思いますし、月のカードも出ていたので、状態としてすごく嬉しいことがお相手の中にもあった、気持ち的にも満たされていたし、楽しかった、やり取りしていてとても楽しかったんだっていうのが入ってきているんですね。あなたとの関係性においてこれからの未来とても良いものになっていくだろうっていうふうに実感していたところがあったと思うし、自分の方からお誘いしていったりとか、情熱的なお相手からのアプローチっていうのがあったんじゃないかなと思うんです。優しくしてもらってるなとか、あなたに対して特別な一言をかけていたとか、そんなお相手なりのアプローチがあったと思うんですが、その状態としてはここにタワーのカードが出ていたので、お相手、あなたと仲良くしていきたいとか、仲を育ませていきたいっていう一方で、状況としては突然の出来事とか予期しなかったことっていうのがあったと思うんですね。なのでこのお相手、これから先少し迷いの時期とかにも入っていっています。で、未来もちゃんとしっかりと見ていきますが、ここの何かしらの出来事っていうのがあって、お相手の中でもちょっと考えることが出てきたなとかっていうこともある。これはお相手とあなたとの間のことかもしれないし、お相手の現状とか状態とかかもしれません。あなたに対するお気持ちとしてはとても良い思い、内面の部分でもカップの6番って言って、あなたとやり取りしていて癒しをもらっていたとか、すごく嬉しかったんだよっていうことが十分に伝わってくるので、そのあなたへのお気持ち以外のところで衝動的な何か変動とか動きっていうのがあったんじゃないかなっていうのは感じられました。ではお相手の現在っていうところを見ていきます。少し前衝動的なことがあった。では今はどうなのか、あなたに対するお気持ちも含めて見ていきます。内面モヤモヤしているっていう雲のカードが出てきています。そしてカップの7番も出てるので、やっぱり現状をまだ決めきれないとか、どうしようかなっていう悩みや葛藤が生まれてきています。多分このタワーのカードが出てきていたので、突然の出来事や流れの変化によって戸惑いが隠せないっていうのが現在の状況です。じゃあ一体どういうことを考えているのかって言ったら、ここをやっぱり変わらずなんですよね。あなたに対して毎日共にいたい、
触れ合いたいとか、同じコミュニケーションをずっと重ねていきたい、変わらずにあなたと接していきたいっていうのが出てきていますし、ソードのナイトのカードも出てるので、お相手が何か問題があるんだったらそれを解決させるために動いていくとか、目標のためにアプローチするとか、あなたにお声掛けしていきたいとか、そういうことはずっと変わらずに持ち続けています。そして現状っていうのも、このカップの7番っていって迷いのカードは出ているんですが、それを打破していくための、ここの騎士ライダーのカードが出ています。自分の願いがあると、お相手の中で。それは多分あなたとの愛を育んでいくっていうのが願いなんですよね。そこに向かって自分で動いていくんだって、アプローチをかけていくんだっていうね、動きを現在出そうとしている。だけどもやっぱり葛藤っていうのはちょっと見えていますね。見え隠れしているかなと思います。例えば動きたいんだけどうまく思い通りに運んでいかないなとか、少しモヤモヤが残りつつも、そのモヤモヤをなくすために自分で話しかけに行きたいとか、モヤモヤしてることをはっきりさせるために何かしら打ち明けるとか解決させるとか、その方へ動いていくっていうのが出てるんです。あなたとの穏やかな日々を、維持させるためにっていうことで出てきています。で、深層心理のところもスターのカードが出ているので、やはり諦めきれない思いっていうのがあるし、それはこの未来にも続いていくんですが、未来ね、ここにもうハートのカードが出ているので、あなたへの真実の愛っていう思いが溢れている状態なので、やっぱりじゃあそれを形にするためにっていうところで、まだまだお相手の中で動いていきたいこととか、叶えたい夢とか思いを紡いでいきたいことっていうのはある。葛藤と動きたいっていうのと同時にある状態で、でもこの悩みや葛藤を乗り越えていく未来っていうのが見えています。じゃあ未来お相手どんな風に思っていて、どんな風に動いていくのかなっていうところで見ていきます。まずルノルマンっていうところで、ハートと、あとこちら10番、これはカマのカードですね。そして太陽のカードが出ています。ここをきっぱりととか、はっきりと決断する、決めるとか、もうイエスノーとか、そういうふうに自分で動いていく、示していく、動くというか言動、示していくんだっていうのが強く出ているので、これから先の未来お相手はこう向かっていってはっきりするよとか決めるよっていうのが出てきてるんです。何を目的としているのか考えていることは愛です。真実の愛に向かって自分ではっきりと示していくんだ、態度、言葉とかで示していく。で、潜在意識の中っていうのもものすごく成功っていう太陽のカードが出ているので、あなたとの愛情を成功させていきたい、叶えていきたい、夢に向かっていって、それを叶えるんだと、愛するんだ、愛しますっていうことを誓いたいっていうことかもしれないですね。タロットも合わせて見ていきます。タロットはカップの A と、そしてワンドの2番、やっぱり成功へ向けて、より良い世界へとか次なるステージへ向けてやっていきたい、気持ち切り替えたいっていうことでモヤモヤしてることがあるんだったら、それを取っ払って自分でも動いていくんですって、あなたからのお返事待ってますっていうぐらいの勢いで動いていくし、そうですね、嫌なこととかがもしあったとしたら、ここのあたりは解決させたいっていうのがあります。で、お気持ちの揺れ動きっていうのがお相手の中で見られるので、自分ではこうやって示して動いていくんだよっていう姿勢を見せてくれるんですが、心の奥底っていうのはやっぱりちょっと不安な気持ちとかを抱えたまま動いていくっていうのがあります。なので自信は6割あって不安が4割あるみたいな、そんな状態でも動いていくってことです。なんで不安が残るのかなっていうところで、現状の深掘りを出していこうと思うんですね。で、タロットの方で少し追加で出していきます。お相手があなたに対して好意的に思っているし、多分好きだと思うんです。太陽、月、ハート、そしてウィッシュカードであるライダーのカードも、そしてあなた自身を表す淑女のカードも出ているので、あなたとのやり取りがすごく楽しいと思ってるし、愛しいっていうね、そんな時間をあなたと一緒に過ごしていきたいんですっていうのは出てるんですが、どこに不安を抱えているのか、お相手のところで1枚補足もらっていきます。はい、見ていきましょう。Two of Cups、そうですね、パートナーシップ、恋人になっていけるかどうかっていうところで、本当に真実の愛の関係性になれるんだろうかとか、
お約束できるんだろうか、心のつながりを求めていった先に待っているものは何だろうかっていうことで、あなたを失いたくないっていう気持ちだったり、このお相手行動力もあってすごく優しい方なんだなっていうふうに思いました。共感性の高い方ですね。あなたのことを思いやっていて、あなたのことを思うと身を引いた方がいいのかなって思う時もあるんだけど、やっぱり諦めきれないし、自分から伝えたい思いがある、だから伝えていく。怖いけど自分で動いていこうって、その時にあなたがもし自分の手を取ってくれたらどんなにいいんだろうっていう風に夢見てるようなところもあると思うんですね。ただ過去にあったこのタワーっていうのは、やっぱりお相手にとってはびっくりするようなショッキングな出来事だったかもしれない。例えば隠してるつもりはなかったんだけれども明るみになってしまった出来事があったとか、お相手にとっては少し心が揺れてしまうようなことだった。だけどここで諦めることなく、少しモヤモヤを抱えることはあれど動いていくっていう姿勢を貫いていくお相手です。成功をつかみ取りたい、不安だけど結局目指すところっていうのはここですね。あなたとの信頼関係とか愛情ですね。愛情としての結びつきっていうところを求めていって、これが叶うかどうか、成功するかどうかっていうのが大きなこの方の中のポイントなので、告白とかそういうところを考えてるんじゃないかなっていうのも感じられます。お互いの間がどんな関係性であったとしても、やっぱりここはパートナーシップ、恋人かなっていうふうに今回感じました。ではワンポイントアドバイスでルノルマン1枚引いていますので、こちらも出していきながら、こちらに出してあるオラクルカード、ラッキーナンバーなども出していきます。はい、まずネズミのカードが入っています。少しカードを重ねてしまう形になるんですが、この上に重ねていきます。ネズミっていうのはまずストレスとか、あと自分の心の中の傷だったり、または外部からの影響ですねっていう、その周りからの影響で自分の心が傷んでいたりとか、圧を受けていたりとか、気になることがあるなとか、そういうことですね。モヤモヤっていうのも出ていたので、このモヤモヤどう晴らしていこうかとか、あとは内なる葛藤です。お相手の心の葛藤。今回このカードの並び見てると、進んでいきたいとか、結ばれたいとか、成功させたいとか、ロマンチックなことも思いながら、やはり葛藤ですね。心の動きっていうのが見えていたので、このあたりを自分の中でどう乗り越えていこうかなとか、どうやってこのあなたと恋愛関係になっていこうかって、はっきりと多分恋愛関係だと思うんですね。ハートのカードとかカップの2番とかが出ているので、自分で関係性を持ちたいんだっていう気持ちがお相手の中にあります。だけれども、好きです、付き合ってください、はい、わかりましたってトントン拍子ではいかないような感じだなっていうのは、このお相手の中では感じていることがある。それでもこのお相手は進んでいくので、まず自分との戦いだったりとか、周りとの戦いっていうのが少し入ってくるかなっていうのはあります。ではアドバイスカードです。まずエンジョイ、楽しむっていうアドバイスカードと、ラッキーナンバーは9です。お相手から大切にしていただいてるなとか、優しくしてもらってるなとか、お声掛けがあるなっていうこと、些細なことでもいいので、これを積み重ねていって、自分の中でその心に積み重ねていってください。私不安なこと思うことがあっても、お相手から話しかけてもらってるし、連絡くれるしって、すごく楽しい、これですごくお相手とつながってる気がするって、それが本当にあなたの中の確信になっていきますから。そしてカーネリアン、愛の力っていうカードも入っています。でラッキーカラーはこちらからもらっていきます。赤の色ですね。そしてこちらのカードももらっていきましょう。これ女性性なんですが、その女性性に対して、少し困難を感じているんじゃないかっていうようなメッセージ性の強いカードなんですね。あなたの中で助けを求めている自分の心の中で、どうだろうか、今の現状に対して抜け出したいっていう思いがあるのか、または自分自身を受け入れづらいと思っているような出来事があるのか、この恋愛関係において一歩進みづらい何かがあなたの中にあるんじゃないかっていうことを教えてきてくれているカードです。ではこれらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。恋愛を上手に進めていくためのヒントとして、一つ目は恋愛を楽しむことが一番大切です。こちらのカードですね。恋愛は楽しんだもの勝ちです。
不安や嫉妬に心を支配されるより、まずはシンプルに私はあなたが好きという気持ちを大切にしましょう。お相手にどう思われているかを考えるよりも、自分がどうしたいのかを優先するのがポイントです。例えばラッキーナンバーの9にちなんで小さなサプライズをしてみてはいかがでしょうか。赤い花束や赤いアイテムを添えると、さらにあなたの思いがお相手に届きやすくなるかもしれません。そして過去の不安や、そして思い込みを手放していきましょう。そんなメッセージも入ってきています。この恋を進めていくために必要なのは、過去のネガティブな感情を手放すことです。私なんてどうせうまくいかない、そんな思い込みがあると、お相手にもそれが伝わってしまいます。お相手のお気持ちや行動を疑うよりも、自分に何が必要か、自分はどうしたいのかを正直に問いかけてみましょう。自分の本音に気づくことが次の一歩を踏み出す鍵になります。そして3つ目、日常の中にある好きを大切にしましょう。あなた自身の日常を豊かにすることが大切です。今日は何を食べたい？どんな音楽を聴きたい？そんな小さなやりたいを積み重ねていくことで、あなたの魅力がさらに増していくでしょう。そしてこちらカーネリアン、こちらですね。カーネリアンのパワーストーンを身につけるのもおすすめです。この石は安定や自己信頼を高めて、あなたの純粋な情熱を引き出してくれます。愛の力を今信じてください。また水分補給で心と体を整えていきましょう。意外かもしれませんが、水分補給も運気アップの鍵です。十分な水分を取ることで、心も体もクリアになっていき、恋愛にも良い影響を与えます。今自分の心のガードを外していくとき、そしてお互いの間に何かやっぱり障害だったりストレスとか外部のこととかで気になることがあれば、それを2人の愛の力で乗り越えていくときです。このお相手との恋を成功させる秘訣は、まず自分を楽しむこと、そして過去の不安を手放しながら日常を豊かにする好きを積み重ねていくことです。あなたの恋が実る未来となりますように応援しています。さあでは選択肢からのメッセージもいただいていきましょう。こちらはイシュタルというカードです。このカードはあなたの中に眠る内なる女神を象徴しています。このイシュタルという女神は魂の戦士でありながら、美しさと優しさを武器に持つ存在です。カードからのメッセージは、あなたには自分を愛し、自分の価値を信じる力が備わっています。その恋心はあなたをさらに成長させ、豊かな感情を育むものとなります。ぜひ自分を信じてください。年下のお相手に対するお気持ちは、あなたの心が新しい挑戦や変化を求めるサインでもあります。この恋があなたの心の中の女神、このイシュタルを目覚めさせて、より強く美しい自分へと導いてくれます。そして自分自身を見つめ、心に従う時間を持ってください。恋をすることでいくつかの不安が浮かんでくるかもしれません。自分が年上だからもっと頼れる人でいなければいけないと思ったり、こんな感情をお相手に抱いてもいいだろうかと自問することもあるでしょう。でもこのイシュタルの言葉に耳を傾けてください。あなたはすでにそのままで十分愛される存在です。はい、このカーネリアンのカードも教えてくれていますね。愛される力を持っていますと。年齢や立場を超えた真実の感情こそがあなたの本質を照らします。自分自身を疑うよりも、まずは心に素直になってみましょう。そしてその恋がもたらす喜びやドキドキ感を大切にしてください。あなたの中には愛と情熱、そして知恵が満ちています。これらを恐れずに解き放っていって、恋する自分を楽しんでください。どんな関係でも愛にはあなた自身を成長させてくれる力があります。このお相手との恋があなたにたくさんの幸せをもたらしますように応援しています。今回は選択肢からの深いメッセージ、そしてお相手のお気持ちや動きとしてすごく嬉しいカードがたくさん並んでいました。不安や葛藤はあれど、2人で乗り越えていけば大丈夫という愛の力のメッセージも入っていました。ぜひ参考にしてください。今回は年下さんとの恋どうなるということをテーマに、お相手の方にフォーカスを当てて深く読み解いていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋、この後どうなっていくというのをテーマに、お相手のお気持ちに焦点を当ててみていきます。よろしくお願いします。今回はルノヌマンカードとタロットを使っていきながら、お相手の状態、過去、現在、未来と見ていきます。はい、それでは見ていきます。まずはですね、お相手の状態、お気持ちの流れとして全てカードを出しています。こちら上の段がお相手の頭で考えていること、現在意識です。そしてこちらが状態、状況ですね。その時々の状況と、あとこちらが心の中、内面のこと、潜在意識を表しているカードです。そして過去、現在、未来とお相手の気持ちの流れ変化を出しています。過去から見ていきましょう。まずその2番さんのお相手なんですが、結果で言えばすごく嬉しいこと、嬉しい展開になると思います。ただしそのお相手の中で少し葛藤といいますか、矛盾しているような言動をする可能性があるかなというのは思いました。深く見ていきましょう。まずそのお相手の過去なんですが、状況としてはストレスがかかっている状態っていう風にネズミのカードが出てきていたので、もどかしさとかうまくいかないなとか、自分の中で伝えたい思いがあるんだけどうまく表現できないとか、そういうのが、過去未来現在、過去現在未来とあるんですね。端々から伝わってくるので、お相手の中でその優しくしたいんだけどなんかそう優しく素直に表現できないなとか、またはそういうパブリックな場所がなのであなたに対して 100% この愛の表現をできないとか、ご事情があるのかもしれないんですが、そのお相手の状態、状況、性格っていうのはそれはしばらくあるかなっていうふうに感じました。性格であればそのお相手が素直に表現できないけど本当はすごく大切に思ってるんだよっていうことだし、状況がもしそうなってるのであれば状況がなんとかなれば伝えていきたいなっていうところではあると思います。あなたに対して深い信頼だったりとか仲間意識っていうのがすごく出てきているので、あんまり仕事としてのつながりがそんなに感じられはしないんですが、一部の方ではお仕事つながりですとか同じ職場ですっていう方もいるかもしれないですね。その中であなたに対して好印象を抱いていると、デートに誘いたかったんじゃないかなと思いました。過去です。だけれども誘えなかったんじゃないかな。デートというか連絡先教えてくださいとか、プライベートで遊びましょうかとか、もっと一歩踏み出したような関係になっていきたかったんだけどっていうのはあるんですよ。新しい展開を望んでいて、あなたにもっと尽くしたいとか優しくしたい、支えたいとか、そういう気持ちがすごく溢れていて新しい展開を望んでいたんだけれども、状況としてもそうですね、それがうまく叶わなかったっていうのが出てきているんですね。内面のところでソードの8が出てきていて、がんじがらめになって動けていないよとか、思った通りのこと表現できていないんだよねって、でも心の中はあなたに対する深い信頼っていうのが出てきていますし、パートナーシップなので職場で一緒にいるとか、友達としての歴が長いとか、お付き合いがある、その人としてのお付き合いが深く深くあって、あんたに対する親愛っていうのは持ってるんだけれども、じゃあ新しい一歩っていうところで子供のカードとか自分の愛情を表現するっていうところになった時に、それがそのうまく行動に起こせなかったとか、言葉として表せなかったとか、
そうですね、そういうのが出てきています。それは性格から来ることなのか、状況としてその今じゃないよなっていう状況だったのかもしれないっていう、どちらかかなと思いました。ただそのお誘いしたかったんだとか、もっとあなたと触れ合うというか、心の触れ合いですよね。あなたがどう感じてるんだろうとか、自分の感じてることを伝えたかったんだとか、そういうことはすごく出てきているんです。では現状を見ていきます。現在じゃあどうなのっていうふうに見ていくんですが、そうですね、ルノルマンカードは星のカードがその考えていることとして出ているので、やっぱり希望とかあなたに対して明るい先っていうのを望んでいるんです。今現在ですよ。はい。そしてプラスジャスティスです。で、お相手を表している環境、現状とかのところに手紙のカードと、ワンドの9番のカードが出ているので、あなたに伝えるために今努力していますとか、環境を整えていますとか、落ち着ける時間を取ろうとしているとか、準備しているっていうのが入ってきてるんですが、ちょっと時間かかるかなっていうのは本人の見通しで考えていることです。自分が思い描いている通りに進めていくためにはまだ準備が必要、まだ足りないものがあるとか、自分の中でそう感じてるのかな。なぜかというと、この人が完璧主義者だからっていうのが出てきてるんですね。私なんか思ってることはすごく思ってることがある。あなたに対して深い愛情とか、優しくしたいとか、仲良くなりたいとか、キラキラしてるものが頭の中を駆け巡っているんですよ。ただそれを許さないのは状況、関係性、または本人の性格かな。天の弱なのかもしれない。素直になれないっていうのがあるのかもしれないし、どちらかかなと思うんですが、それがあってちょっと時間かかるかなって、自分の思い描いている理想の関係性になっていくにはまだすぐじゃないのかもしれない。だけど思いを伝えるための準備はしようっていうふうに思ってるので、決してくじけない明るい気持ちを持ってやっていこうっていうのが今現在のお相手のお気持ちとして出ていますから、安心してください。あなたのことを諦めるとかではないです。で、未来もその解決策っていうところまでお相手持っていっていますので、はい。そしてお相手が考えていることっていうのはワールドとあなた自身を表す淑女のカードが出ているので、今現在あなたのことで心の中がいっぱい、早く一つになりたいなとか、融合です。世界なので2人の世界、別々だったものを一つの世界に持っていきたいなっていう心の中の気持ちが出てるんですが、完璧主義者っていうカードでもあるんです。完璧に自分で進めていかなきゃとか、またはエスコートしなきゃとか、自分の中で考えてる理想の未来予想図みたいなものがあって、その通りにやっていきたいっていう思いが多分強いんだと思うんですね。なのでまだまだ準備したいとか、多分伝えるっていう手紙のカードが入ってるので、お誘いするんだったら文字、手紙、メールとかそういうもので入ってくると思います。あなたのところに届けたいって思ってると思います。で、胸の中もあなたのことでいっぱいなので、ワールドなのでね、これから先の未来すごく期待してもいいんじゃないかなっていうこと。ただ行動に起こすとなると、気持ちの通りにその流れに沿ってすぐに動いていけないっていうようなのは少し抱えているかなと思います。バランスっていうところでジャスティスも出てるので、欲を言ってしまえばばったりと鉢合って街中で、なんかちょうどあったし、このままお茶でもどうですかみたいな、そんなラッキーハプニングみたいなことがあればいいのになっていうことをちょっと感じてるお相手なんですが、そんな風にね、偶然が重なるわけないよなっていうところで、もっと現実的にしっかりと練り込んでいこうっていうところの今現在です。そしてじゃあ未来どうなっていくのかって言ったら、すごく嬉しいことを考えてるなっていうのが見て取れます。まず未来はブーケ、サプライズや嬉しいこと、自分から差し出していくんだっていうことと、カップの2番が入ってるので、お相手の中であなたに対してアクションを起こそうとしてるんですよね。サプライズ的なことなので、しかも
カップの2番だから、あなたと向かい合って話し合ったりとか、接したり握手したりとか、触れ合ったりとか、心のつながりっていうところでもっと自分の気持ち、あなたの気持ちもお互い満たし合えるような、そんなビッグサプライズ、嬉しいハッピーなギフトを届けたいっていうことを考えています。考えている段階なんです。未来です。じゃあそれ行動に起こすのかどうかっていうところなんですが、冒頭にもお伝えした通り、性格からなのか状況なのかっていうところで、それが 100% 思い描いている通りにこの流れでいけるかなっていうところがポイント、未来のポイントですね。ブックのカードとハーミットなので、どちらも同じ意味としては秘めるんです。秘密とか秘めるとか、心の中に秘めるっていうのが現状、未来の環境として入ってくるんですね。でまず一旦ここ置いておいて、深層心理見ていきましょう。その時未来のお相手のお気持ちとしてどうなのかって言ったら、ペンタクル8、これは毎日コツコツ積み重ねていきますよ。何をっていうところで鍵のカードです。解決させていきたい。これすっごく強く出てるんです。お相手の中でここですね。今まで自分が思っていたこととか葛藤していること、思い通りに理想通りに運んでいかなかったことを早く解決させたいんだと。決着つけたい。どう決着つけたいのか。ワールド一つになるために、淑女あなたと一つになるために、この希望へ向けて手紙を出していきたい。頼りを出していきたい。優しくしたい。新しい関係性を求めていきたい。この、負のスパイラルといいますか、環境とかストレスから抜け出して、ネガティブ思考から抜け出して、もう奥手じゃなくてあなたに積極的にアピールしていきたい。そのアピール方法が欲しいとか、一つ自分の中で決定だというか、心の準備が整って、さあ今だっていう時が欲しい。これがすっごく強く出ています。でここでタロット1枚追加して、実際にお相手が行動に起こしていくかどうかっていうのをもう1枚深掘りしていきます。なんかそこまで強く思っているのに、忍者とブックのカードなので、ブックっていうのは情報収集とかも入っています。解決策へ向けて情報を集めていく作業をまず行っていくよって、頭の中ではここですよ。ビッグサプライズとかハッピーなこと考えてるんですが、まずは状況を整理していって、何かしらのお知らせはするんだけれども、その後情報を集めていって、自分の中でどう行動しようかとか、解決するためのヒントっていうのを手探りでやろうとします。で秘めるっていうので、もし例えて言うのであれば、この関係性が秘密の関係性とか、まだみんなに言えるような感じにはならないかなっていうふうにお相手の中で感じていて、それを何とかさせるための解決策かもしれません。もうちょっとカードを切って、お相手の未来に対してね、お相手がどんなふうに動いてくるのかとか、どんなことを考えているのかっていうのをもうちょっと見ていきます。はい、お相手の動き1枚、カップのナイト、動くよっていう風に出てきてるので、思っているけど動けないっていうよりは、もう自分からこれ一方でプロポーズとか告白カードって言われているロマンチックなカードなんです。そしてこのお相手がすごくロマンチックな方っていうのは出ています。例えばお誘いするにしても、セリフを考えると言いますか、この素敵な言葉を考えてポエムのように紡いだりとか、デートするんだったら雰囲気いい場所だよねとか、その辺の道端じゃなくてとか、海の見える景色でとか、そういうことを考えるタイプなんですね。かなりこの創造性が豊かな方です。カップのページキングナイトっていう風に出てきていて、かなりこの感情っていうところ、カップの2番も入ってるので、気持ちを確かめ合う、つながり合ってるよねって、手が触れることももちろん望んでいるんだけど、その前にまず気持ちが通い合ってるかどうかっていうのをこの人は一番重視してるんだと思います。でこのカップのナイトが出てるので、あなたに対してやっぱり自分の気持ちを伝えていくんだって、そのための手段とかタイミングとか、どんなセリフでとか、そういうことをしっかりと念入りに練って向かっていくと思います。はい、積極的にグイグイ行くというよりは、優しくゆっくりと雰囲気のある場所でっていう感じがしますが、はい、でもすごく素晴らしいですね。この思い、毎日ずっと思い続けてきて、
そして自分の中でも葛藤を繰り返してきたんだけど、やっとその思いをあなたに伝えられるっていう風に、このカップのナイトが教えてきてくれてると思いました。では先ほど引いたルノルマンカードから1枚アドバイスカードをもらっていきます。ツリー、木のカードです。これはもう迷いから抜け出して自分たちの関係性を育んでいきませんかとか、新しい関係性とか、もちろん今まで育んできた関係性も大切にしていきながら、信頼関係が築かれていると思うんです。すでにお二人の間には。そこから新しい関係性へと今シフトチェンジというか、一歩階段を上っていく時がやってきてるんじゃないかっていう、信じてっていうツリーのカードです。あとはこちらのオラクルカード、ラッキーナンバーなどを出していきましょう。まずラッキーナンバーは4です。4月とか14日とか24日とか4時とか4のつく数字を参考にしてください。そしてこちら、執着というカードが出ています。後からメッセージもらっていきます。こちらですね、グリーンアポフィライト、本当の自分に気づくということで、ラッキーカラーは緑です。緑を取り入れてください。そしてイン&ヤン、引用ですね。これワールドのカードにも似てるんですが、お互いの一つになるとき、融合するときです。陰と陽、影と光、男女ということで、この2人のエネルギーが一つになるときっていうのがアドバイスカードとして入っています。ここのオラクルカードからメッセージをいただいていきましょう。この恋愛をうまく進めていくために、まずコミュニケーションを重ねていくこと、多くの人の意見を取り入れること、また手の保湿や肌のお手入れを念入りにしてくださいっていうカードからのメッセージが入っています。この恋うまくいくのかなと悩んでいるからこそ、深呼吸をして冷静に自分自身と向き合っていくことが大切になってきます。年下さんとの恋愛を進めていくためのポイント、まず一つ目は執着を手放すことです。過去の思い出や不安、そして不要な執着を捨てることが今必要です。失うのが怖いと思ってしがみついていると、両手が塞がってしまい、新しい幸せをつかむことができません。またお相手のペースや気持ちに無理に合わせようとせず、自分らしくいることを意識しましょう。今両手に抱えているものを手放して、新しいものをキャッチできる両手を用意しておきましょうというメッセージ。そしてコミュニケーションを重ねていきましょう。焦りは禁物です。年齢が違うと考え方や価値観にギャップが生じることもあります。でもそのギャップにこそ新しい発見や成長につながるものがあります。お相手を知るためにたくさん話をする時間を作っていきましょう。そして自分の考えを伝えていくことも大切です。3つ目はタイミングを待つということ。焦りは禁物です。恋愛がうまくいかないと感じるときも少し立ち止まってみましょう。その時間は充電期間と考えてください。新しい視点を見つけることで今後の展開がスムーズになっていきます。このお相手との恋には陰と陽、このエネルギーのバランスが鍵となっていきます。お相手に合わせすぎて受け身になりすぎる、この陰の力が受け身の力が強すぎてしまうと、自分らしさが失われていきます。逆にリードしすぎる陽のエネルギーが強すぎてしまうと、お相手が息苦しさを感じることも出てきます。お互いが自然体でいられる関係を築くために、ご自身の内面のバランスをまず整えてください。自分の心のバランスが整うと、おのずとお互いの関係性が自然に調和されていきます。そして恋をサポートするラッキーアイテム、ラッキーナンバーは4番。安定や調和を意味する数字です。デートの日程やプレゼント選びに活用すると良いでしょう。ラッキーカラーは緑です。心を落ち着けて穏やかな気持ちを保てる色です。ファッションや小物に取り入れてみてください。そしてこちらのグリーンアポフィライト、この石は直感力や癒しを高める効果があります。本当の自分の気持ちに気づきたい時に持つと良いでしょう。恋愛はお相手だけではなく、自分自身を知る旅でもあります。本当の気持ちを大切にして自分らしい恋を育んでください。本当の自分に今気づく時、
そしてお相手と手をつなぐその瞬間、手がしっかりお手入れされていると自信が持てます。手のケアを大切にされてください。保湿やまたはネイルケアだったりもいいと思います。ネイルカラーだけじゃなくてお手入れ、甘皮の処理とかお手入れもありますから、指先のケアをされてみるといいと思います。では選択肢からのメッセージをいただいていきます。こちらはコンタクト、連絡または接触というカードです。このカードは私たちが周りの人、他者とどう関わり、どんな感情を発しているのかを映し出すものです。特に年下のお相手との恋愛では、自分がどんなエネルギーをお相手に送っているのかを意識することが大切です。相手を無意識に試してしまったり、心を守ろうと距離を置いてしまったりしてはいないでしょうか。このカードが教えてくれるのは、心を開いて素直に自分を伝えることの大切さです。傷つくことへの恐れや過去の経験から、私たちは自分を守るための壁を作ることがあります。それは決して悪いことではありません。でもその壁が厚くなってしまうと、せっかくの愛のチャンスを遠ざけてしまうかもしれません。このカードからのメッセージは、自分の本当の姿を隠さないで、あなたの光が影を打ち消すようにありのままの自分を見せる勇気を持ってです。この言葉の通り、お相手との関係を深めるためには、自分の弱さや不安を認めることが必要です。それは決して恥ずかしいことではありません。むしろあなたを一層魅力的に見せる力となるでしょう。最後にあなたへの問いかけです。未来の出会いや今の恋にどんな期待や恐れを持っていますか？その恐れは本当に必要なものでしょうか？年齢や立場にとらわれず、お相手の目を見つめ、素直な気持ちを伝える勇気を持ちましょう。愛はあなたの中にすでに存在しています。それを信じて一歩を踏み出してみましょう。この恋がうまくいきますように応援しています。近未来のお相手の動きも期待です。嬉しいことがあるでしょう。今回は年下さんとの恋の行方どうなっていく？今回お相手の目線といいますか、お相手に焦点を当てて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋の行方、この恋どうなっていくというのをテーマに見ていきます。今回はですね、お相手目線でお相手のお気持ちを深く焦点を当てて見ていきます。よろしくお願いします。では、ルノルマンカードとタロットカードを使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。今回はお相手の目線として過去、現在、未来と流れていき、こちらがお相手の潜在意識です。はい、頭で考えていること。こちらがお相手を取り巻く環境や状況、その時々の状況の変化ですね。あとはこちらがお相手が心の中、深層心理、心の中の声、思いっていうところを見ていきます。そうですね、ちょっとこれ今回3番さんは一番最初にカード1枚補足で引こうと思います。まずは最初に1枚引きます。気になっていることがあるので1枚引かせてください。はい、こ
れをちょっと補足で見ていきましょう。少し見えづらいなとは思うんですが、申し訳ありません。はい、では見ていきます。まず過去から触れていきましょう。気になってるっていうのは、一部の方で当てはまるかもしれません。そのお相手と、あなたがその今好きなお相手と、またもう一人、気になる方と言いますか、いらっしゃるのかな。お相手からしてみたら自分以外にライバルがいるっていうふうに思っているかもしれません。あなたがすごくモテる方とか、あなたにパートナーが今現在いらっしゃってて、でもそのあなたが好きっていうようなお相手のお気持ちっていうのが出てきています。その第三者の人物存在っていうのが少し気になりました。2人の恋を進める上で避けては通れないような人物っていう風にも見えるので、例えばあなたにパートナーがいなかったとしても、そのご両親にご挨拶に行かなきゃなとか、例えば自分たちの職場の上司に報告しなきゃなとか、目上の方だったりとか、男性っていう風に入ってくるんですが、そのお相手と同じ性別の方なんじゃないかなとも思いますね。その方がちょっと気になるなっていう風にお相手の中で入っていることです。なので一概的にあなたにパートナーがいてとかっていう話ではないので、その人によって、変わってくるかもしれないんですが、お相手の中で言えば、その自分以外にもそのあなたと自分の恋愛を進めていくにあたって、もう一人この人に言わなきゃなとか、この人を乗り越えていかなきゃなみたいな意識されている方がいるみたいです。ライバルみたいな感じでいるみたいっていうのは入ってきています。自分とは全くタイプの違う方だっていうのはお相手からのメッセージで今入ってくるんですが、それは、一旦ここにしまっておいて、お相手のあなたに対するお気持ちっていうところで見ていきましょう。過去を見ていきます。過去あなたに夢中っていうのが入ってくるんですね。でそしてこのルノルマンカードっていうのが28番紳士、29番淑女っていうのが2枚ずつ入ってるんですが、過去のところに29番あなたを表す淑女のカードが2枚ともお相手の頭の中で考えてることと心で感じてること両方入ってきてるので、ダブルあなたなんですよ。ダブルであなたを思っていますっていうのが入ってきていて、しかも状態としてもクローバーで、それがすごく毎日あなたのことを考えたり触れたり話したりとか、もうあなたを見てるだけですっごいめっちゃ幸せみたいなのが伝わってきていて、お相手がすごくドキドキするよっていうのが入ってきてるので、もうあなたにすごく夢中だった、もうすごく恋焦がれていたんだなっていうのが伝わってきます。憧れていますとか、遠い存在だけど気になってるんですとか、立場はあれど気になってるんですとかかもしれませんし、もう純粋にストレートに好きっていうのが入ってくるんですね。どんな関係性であったとしても、あなたと一緒にいるのがすごく楽しくて、もうドキドキ、本当にドキドキっていうのが入ってくるんですね。はい、なのですごく良いものだったっていうふうに思ってるお相手が、その年齢だったり立場っていうのもあるかもしれないんだけど、それをもう乗り越えてフランクに接していられる、同じ目線で物事を見たりとか刺激し合ったりとかして、とても楽しいよっていうのが入ってきていますね。はい、では今現在見ていきましょう。現在のところにタワーのカードが入っていること、そして、まずタロットから考えていることがタワーで、状況を表すところにカップの8、そしてお相手の潜在意識、心の中っていうのがつなり人が入っているので、衝撃的な出来事とか突然やってきたことによってちょっと気持ちの整理が追いつかないとか、自分の中でそのストレートに表現できない、愛情表現できなくてちょっと我慢していたりとか抑え込んでいるっていうのが出てきてます。動揺するようなことがあって、ちょっと気持ちの整理ができないなっていうのがあるかなと思うんですね。でさらにルノルマンも足してみていきましょう。ですごく素晴らしいカード、この愛を表すハートのカードがお相手の現在の考えていることに出てきているので、あなたに対する愛っていうのは間違いなくお相手は持ってるんですね。そして現状、状況とか環境を表すところにブックのカードが出ているので、これは一部
ヌルマンのブックって一部では秘密の恋愛っていうのも表しているんです。なので例えばね、その先ほど言ったお相手がこの人を通さなきゃなみたいなライバルみたいに感じている人がいるから、今あなたへの思いは秘めておこうとか、あなたともう現在ね両思いとか付き合ってるとかまで言ってるかもしれません。すごくラブラブな状態なんだけど、それを公にしないで2人だけの間に秘めておこうっていうふうに思ってるかもしれない、そういう状況かもしれない。でここの内面のところはやっぱりイチャイチャしたいっていうハートと鳥のカードなので、本当にイチャイチャしたい、毎日連絡取り合ったりとか、もっともっとコミュニケーションしていきたいっていうね、すごくラブラブな気持ちっていうのが伝わってくるんです。ただやっぱり気持ちの整理がまだ追いついていないっていうところで、今現在何かあったんじゃないかっていうのがあります。何かがあったというか、お相手の中でそうならなきゃいいなっていう不安かもしれないし、何か予兆としてキャッチしているものがあるかもしれないんですよね。ただその考えていることに対してまだ気持ちの整理が追いつかないよっていう現在のところです。じゃあ未来どうなるのかっていうところで見ていきましょう。未来タロットは運命の輪、ソードのキング、カップの10で、ヌノルマンカードはユリのカード、塔のカード、そして星のカードですが入ってます。そうですね、お相手の中でうまくやっていこうっていう気持ちが大きく作用するんです。そのために自分で決めて動いていったりとか、決断っていうのが入ってくるので、迷っていることとかは今まで見てきた限りはないんだけど、現状打破っていう感じがします。この塔に対して、例えば自分が不安っていう気持ちが大きくて、頭の中でこういうこと起きたらどうしようとか、関係性が崩れたらどうしようとか、そういう不安を感じてるだけで、実際そうでもないんだったら、その自分の不安を取り除くための作業を行うだろうし、環境を整えるっていうような作業を実際に行うかもしれません。自分の思い過ごしだけではなくて、環境が本当に厳しいものであれば、それを乗り越えていくんだっていう強い意志と行動力を持って動いていくっていうのが出てきています。障害を乗り越える、先ほどもお伝えしたそのライバルの存在みたいなことをお相手が感じてる、何かしらのこの誰かっていうのを感じてたら、その人に打ち明けるとか、もう秘密の関係じゃないよって、自分たち愛し合ってるんだよっていうことを伝えるとか、障害を乗り越えていく、明るい未来をゲットするんだっていうようなお気持ち、そのタイミングをちゃんと見ているし、またあなたともし喧嘩しちゃったとか、行き違いとか誤解とかが生まれている現在だとしたら、それを仲直りの方へ持っていきたいっていう気持ちが出てきているので、あなたとの関係は調和の方へ向かっていくし、環境としても乱れているものはもう整えて調和っていうところがお相手の今というか未来感じること、考えていることですね。強く考えているテーマとしては調和、自分が指揮を取って調和していくんだ、うまくやっていくんだって、そして考えているところはカップの10だから、あなたと手を取り合ってもう万歳やったって仲良しとか満たされた気持ち、これを十分に表現したいんだって、もう自分たちの気持ちがすごくもう満たされていて、すごくハッピーっていうことですね。そして中にはその交際っていうところまで行かれる方もいらっしゃると思うんですよ。近未来です。お相手からの告白によってお付き合い、障害を乗り越えて恋愛関係っていうのももちろん全然あると思います。運命の輪が入っているので、お相手がそのチャンスをゲットして自分で自ら切り開いていく、行動していくってことで賢い方だなと思いました。決して情に流されることなく、その時の状況を冷静に判断して動いていくっていう、なのでかなりその用心深い方だと思いますし、もちろん優しい方でもあるんですが、決断力とかあなたを理解する力とかもすごくあって、かつ周りのこともしっかりと分析するので、ライバルみたいな存在とか、環境ですよねを整えなきゃいけないなって思ってたら、しっかりと対応していくっていうのがこのお相手の動きです。近未来で今現在もすごく嬉しい流れになってると思いますし、あとはなぜそのお相手がしばらく待たなきゃなって思ってるのかって言ったら、未来にもうチャンスが待ってるからだっていう風に自分で見えてるからなんですね。先見の明がある方、未来こうなるだろうって予測してるから、今はまだすぐには明らかにしないとか、打ち明けないとかね、気持ちをまだ打ち明けないとか、ラブラブってあなた
しか見てないよっていう風に出てるんですが、でここもハートが出てるから、本当だったらこう表現していって恋愛関係っていうところになりたいんだけど、まだその未来の方がチャンスあるから、今現在はすぐに動くというよりは、あなたのことを思いながらも整理してるような感じですね。未来絶対自分にはチャンスがあって希望がやってくるんだって分かってるって、直感的にそう感じるんだってことをお相手が思ってるので、なので今はまだ全然動きないんですよって方も、未来お相手動いてくると思います。で中にはユリのカードも出てるので、そのお相手と一夜を共にするとか肌を重ねるっていうような方もいるかもしれません。はいですね。では、こちらのルノルマンカードからアドバイスカードを1枚出していますので見ていきましょう。ネズミのカードです。ストレスや負荷を表しています。このストレスから抜け出していくっていうのがアドバイスカードなんですが、戦うっていうのも入ってる、ストレスと戦うっていうのが入ってるので、どうでしょうか。あなたのそのどのパターンに当てはまるかにもよるんですが、例えば確かにってお相手から見てライバルって言えるような存在とか、自分たちの恋愛関係、真実の愛の関係を求めていった先に乗り越えなければいけない障害が確かにこれっていうものがあるんですっていう方は、それと戦う覚悟とか心の準備っていうのが必要になってくるし、それはストレスが伴ってくるようなものだよってことがここで入っているんですが、でも乗り越えられるから決して諦めないでとか、乗り越える策を2人で一緒に見つけていってねって、そういうアドバイスです。そして、いや私全然その課題といいますか、環境に対してもこれ乗り越えなきゃみたいなことをお互いの間に全くないんですっていう方だとしたら、あなたがもしストレスとか不安を抱えた時とか、お相手の心が揺れる時とか、お相手が嫉妬に駆られてしまう時とかに、お互いちゃんと向き合ってそのストレスを緩和していけるような、そんなコミュニケーションのやり方をとっていくといいよっていう風なアドバイスとしてお受け取りください。はい、ではラッキーナンバーやラッキーカラーももらっていきましょう。まずブレッシングオブラブのオラクルカードからはウェイト、待つというアドバイスカードです。待つ、お相手も確かに未来タイミング待ってるよって、チャンス伺ってるよって、今は待ってるんだよっていうのが出てきていたので、待ちが今の2人の共通テーマかもしれません。そしてラッキーナンバーは8です。はい、諦めずにどんなことがあってもお相手との愛を育んでいくんだっていう、あと毎日ね、今過去からずっと続いていると思うんです。お相手とのやり取り、それがたとえ少しの間途切れるようなことがあったとしても、待ちなんだよって、待っていればやがて開けていくんだよってことは忘れないでねっていう、そういうメッセージも入っています。あとはクンチャイといつもそばにいるよっていう温かいメッセージも入っています。ラッキーカラーはピンクです。そしてコミットメントのカードですね。このカード、約束ですね。例えば現在約束っていうのが交わされてるかもしれません。あなたとお相手の間に未来必ずこうなるからねとか、そういう言葉が交わされてるのかもしれないし、近い未来デートの約束もうしているとかかもしれないですね。このコミットメントっていうのも、アドバイスもらっていきましょう。誠実な気持ちであなたと向き合うんだよっていうお相手の意思も見えます。この恋愛をうまく進めるためのメッセージです。まずは朝日を浴びて新鮮な空気を吸い込みましょう。そして軽く背中や足を伸ばすストレッチをするのがおすすめです。あとは上品な姿勢や言葉遣い、服装や髪型を意識されますと、より良い未来をつかみ取ることができます。ラッキーアクション、ラッキーナンバー、ラッキーカラーもお伝えしました。ポイント一つは地道な努力が鍵となっていきます。年下の方との恋愛において、あなた自身の成長が恋愛の質を高める鍵となります。仕事や趣味、さらには日常の生活習慣に至るまで自分磨きをコツコツと続けていきましょう。例えば新しいスキルを学んだり、健康的な生活を心がけることです。朝日を浴びながらストレッチをするのがおすすめ。心身が整うことで自然と自信が生まれ、恋愛に前向きな影響を与えていくでしょう。焦らずじっくり関係を育んでいくことが大切です。最初は友達から始めるのも良いです。友情から始まる恋はより深い信頼感を育んでいきます。そしてタイミングを待つということ。
恋愛には動くべき時と待つべき時があります。今は無理に進めるというよりも、自分自身を整える時間に当てると良いでしょう。あなたが輝くことで自然と良い縁が引き寄せられます。その間、上品な姿勢や服装、言葉遣いを意識してみてください。特にラッキーカラーのピンクを取り入れると、女性らしさや優しさが引き立ち、恋愛運がアップします。見ている方、男性女性関わらず、あなたの魅力が引き立っていきます。また、コミットメントです。恋愛を長続きさせていくには、誠実な心が何よりも大切となります。お相手を理想の姿に変えようとするのではなく、今のその人を愛することを心がけてください。また、自分自身の心と体を大切にして、無理のないペースで関係性を進めていくことが素敵な恋愛の基盤となります。もし今の関係に迷いがある場合は、一度立ち止まってみてください。私はどんな恋愛を望んでいるのかと、自分の気持ちを見つめ直すことで新しい気づきが得られるかもしれません。そしてクンチャイトからのメッセージです。感受性豊かなあなたの魅力をさらに引き出してくれます。心を癒し、高次元のサポートを受け取る力を高めてくれます。このクンチャイトの石を身につけるか、イメージをしてリラックスする時間を意識的に作ってみましょう。年下さんとの恋。この恋は新しい発見や学びにあふれた素敵な時間となります。自分を信じて焦らず一歩ずつ進んでいきましょう。ラッキーナンバーの8を意識して地道な努力を続けていくことで、必ず幸せな結果が訪れます。はい、自分自身、お相手も信じましょう。あとは選択肢のメッセージをもらっていきましょう。こちらのカード、このカード実は疲れを表しているカードなんです。疲労ですね。もしかしたらあなたの中で年下の方に恋をして私でいいのかなと迷ったり、逆にどう接したらいいんだろうと戸惑ったりする瞬間が訪れているのかもしれません。このカードは心が少し疲れを感じているとき、癒しと再生の必要性を伝えてきてくれています。自分を責めず今の状態を受け入れること。恋愛において年齢差があると様々な悩みや不安が湧いてくるものです。相手にとって自分はどう見えているんだろう、もっと若かったらよかったのに、など自分に厳しい目を向けていませんか？でもこのカードはこう語ります。休息してください。心が落ち着いたらまた新しい力が湧いてくるんですよと。あなたはとても疲れているようです。でも希望の光を消さないでください。あなたは素晴らしい本質を持っている尊い存在です。今は少し立ち止まって心の声に耳を傾けて、再び夢を見ることを自分自身に許してあげてください。自己需要、自分を受け入れること、自分を愛することを深めることで新しい力が蘇ってきます。このカードからのメッセージは、自分をもっと大切にしていいよというシンプルだけど重要なことを教えてくれています。恋愛に疲れた時、または自分自身の生活、今の現状に疲れた時は、自分自身を愛する時間を持ってください。それがお相手をさらに理解し、お互いを受け入れる力にもつながっていきます。新たな目覚めを迎えるためにどうすれば再び自分らしく目覚めることができるのか。まずは小さなことから始めてみましょう。自分を喜ばせる小さな習慣を見つけること、年齢や立場を超えて好きという感情を楽しむことを許しましょう。そしてお相手との未来を恐れるのではなく、今この瞬間を大切にしましょう。今この恋がもたらす喜びや学びをあなたの成長の糧にしてください。それはあなた自身にも愛と優しさをもたらします。どんな時でも自分の価値を忘れないで。あなたの愛する気持ちはあなたが思っている以上に力強いものです。自分を信じて心を開いていって。そうすればきっと関係がより豊かで深いものになっていきます。このカードからのメッセージです。恋するあなたがより輝く未来を迎えられることを願っています。今回は年下さんの恋、この恋どうなっていくということで、お相手目線で深く焦点を当てて深掘りしてみていきました。うまくいきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、
高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。年下さんとの恋、この後どうなっていくというのをテーマに、今回はお相手目線で深く、深掘りして見ていきました。いかがだったでしょうか。はい、お相手のお気持ちの変化見ていきましたが、なんか今全てのリーディングを取り終わって感じていることは、未来素晴らしいものになっていくんじゃないかなっていうことを感じています。はい、とても心が温かくなるようなリーディングでした。では今回はこちらのヒーリングライトルノルマンカード、こちらを使っていきながらプチ3択占いを行っていこうと思います。選択肢とは関係なく左真ん中右と1枚カード出していきますので、その中からお好きなもの一つお選びください。今あなたがお相手に対してどういうアプローチをしていけばいいのかっていうのを見ていきます。アドバイスカードとしてもらっていきます。で今回年下さんとの恋っていうことでテーマ分けているんですが、年齢差がそこまでないよとか同じぐらいだよとか片思いですっていう方ご覧いただけますので、好きなお相手がいるという方、ぜひご覧になってください。はい、では3枚出していきましたので、左真ん中右とお好きなもの1枚お選びください。はい、ではお選びいただいている間に少しだけお知らせをさせてください。前回もお話ししているんですが、少し前までお休みをいただいていまして YouTube 動画の投稿を復帰いたしました。でそして復帰とともなって様々なお知らせがあります。チャンネル2周年記念だったりとか、あとはですねその時のライブ配信のお知らせというのもコミュニティ欄にどんどんと更新載せていきますので、毎日多分更新を行っていくと思いますので、チェックよろしくお願いします。はい、ではお選びいただきましたでしょうか。今回は右の方から見ていきます。右をお選びいただいた方、どんなアプローチすればいいのか。ブーケ、サプライズを表すカードです。あなたの方からも積極的にアプローチしても OK っていう風に出ていますね。はい、あなたらしさで、自分の魅力を信じてください。私なんてっていう風に思わず、あとサプライズっていうのがあるので、例えばですがホワイトデーがあるとか、季節のイベントがありますよね。春に会社で飲み会があるとか、何かしらの行事にかこつけてお誘いしてもいいですし、自分から思い切って話しかけに行くとか、もっと大胆にプレゼントを渡してみるとか、日頃の感謝の気持ちですとかでもいいし、連絡先教えてくださいでもいいし、プレゼントとかギフト、サプライズとかそういうことが入っていますから、自分の方から積極的に動いていかれるとお相手喜ぶんじゃないかなと思いました。では次は左をお選びいただいた方です。左の方、36番のクロスのカードです。まず今ご自身の体調とか心身のバランスっていうのをチェックしてみてください。もしかしたら私疲れてるかもっていう風に感じた方は、一旦立ち止まって休みを取りましょう。休憩してください。自分自身の心をリセットする時です。体の疲れを取り、心をリセットしましょう。また、特に問題ないですっていう方は、これは一つの大きな区切りっていうのも表しているので、物事の何かを一つ終わらせることっていうのが入ってます。例えばリアタイで言ったら、今年度末に入ってきてるので、年度末までにこれやらなきゃいけないんだよねっていうことをなるべく早めに終わらせて、あとゆっくりと体を休む時間をとってっていう風にメッセージが入っています。お相手に何かアプローチをするという風に読むのであれば、何か一つの区切りだったりとか、あとは声をかけたりとかお誘いするっていうこともいいです。もう過去の自分にはさよなら、声かけれなかったとか自信がないとか、そういう自分はもうおしまいって、もう自分は勝利をつかみに行くんだ、勝ちに行くんだっていうことで、明るい未来を目指して一歩踏み出していくっ
っていうのがお相手に対してもできるアプローチの一つかなと思います。これ今回ね、左の方はっきりと分かれるかなと思います。休む、自分自身を休んで癒すこと、または何か大きな出来事を一つ終わらせることとか、お相手に対しても、自分からもう今まで動けなかったとしたら動いていくんだっていうふうにはっきり決めることだったりとか、またお相手と特にそういうこと何もないよっていう方だとしたら、大きな約束をつけることっていうのもいいかもしれないです。はい、ということで真ん中をお選びいただいた方です。あと左の方ですね、お相手の体調も見てみてあげてください。体調次第っていうところで。では真ん中の方見ていきましょう。14番狐のカードです。いろんなことが今頭の中を駆け巡ってるかもしれない。あの人は今どういうことを思ってるんだろう、何してるんだろうとか、自分自身がどう進んだらいいんだろうとか、あとは周りのことですね。風の噂でこんなこと聞くんだけど、それは一体真実なのかどうなのかとか、本当はお相手に直接聞きたいんだけど、そういうこともストレートに聞けないしなとか、そういうことが今伝わってきます。あとはどうお誘いしたらいいんだろうとか、誘えばいいじゃんってみんなは言うんだけど、いやーでもとかっていうところにいらっしゃるような気がするので、たくさん情報を集めることっていうのが今必要になってくるかもしれない。中には一人で動かずに、周りお友達とか共通の知り合いや知り合いいないよっていう方は自分から作りに行くとか、少し考えると共通の知り合いを見つけることができるとか、いや実はここにいるとかね、もうないんだったら作っちゃうぐらいの勢いでつながりを持とうとするとか、またはお相手とどう話しかけていったらとか、どんな展開で、例えば会社つながりだったらまずは会社でみんなで集まって、そこで二人っきりに なるか、または直接ちょっと話したいんですとか、連絡先教えてくださいってそこで聞こうとか、その後に連絡先聞けたらとかっていうふうに計画を立てる、自然な流れになるように計画を立てるとかっていうのもおすすめです。この狐のカードっていうのは賢さも表しているので、知恵を振り絞っていってうまくやればきっとどこかにつながれるチャンスがあるはずっていうふうにメッセージが入ってきています。あとお相手の前でその1対1で話したりとか、直接話す時とか、コミュニケーション、メールのやり取りとかする時はもうそのままあまりなんていうんだろう、遠回しな言い方をせずに、直接話したかったんですとか、自然な感じでね、メールしたかったんですよとか、今これを聞きたかったんですっていう感じでパッと話すといいかもしれない。お相手にどうして私と連絡したいと思ったのとか、いやどうして私の連絡先聞きたいんですかとかっていう風にドキッとするようなこと聞かれるかもしれないので、その時はもう単純にもう仲良くなりたいからですよとか、相手に聞かれたらもうそのままの通りのことを話すとか、この素直さっていうのも大切になってきます。賢さと素直さのバランスをうまくとっていくのがあなたはできるはずだよっていう風にメッセージが入っているので、うまくやれると思います。今後もこの真ん中の方もアプローチ OK だと思います。はい、それぞれ私はどういう風にお相手にアプローチしたらいいんだろうっていうことのヒントとしてお受け取りいただけたらなと思います。では今回のリーディングは以上となります。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。